ロゴを大きく言われて余白を全部消されて素材の質に泣かされて仕様変更に振り回されてピクセルが泣いてるマージンがずれているスマホで見たら崩れてるバグが僕を嘲笑っている。こんにちは、ヒロです。冒頭で流した曲、普通にクオリティ高くないですか？実はこれ、歌詞も曲も全部 AI で自動生成したものなんです。最近は画像とか映像とかを生成する AI が注目されてますけど、実は音声生成 AI も今とんでもない進化を遂げてます。じゃあこの音声生成 AI を Web 制作の現場とか、あとは動画制作の現場でどうやって活かせるのかというと、例えばこんな使い方が考えられます。一つ目は Web サイトのトップ動画にナレーターの音声とオリジナルの BGM をつけるってことです。今まで無音だったサイトに音を足すだけで、一気にユーザーを引きつけるような没入感のある体験を作れそうです。二つ目は社内向けのマニュアルとか研修動画で解説音声を作るってことです。最初から音声生成 AI を使って資料を作成しておくことで、内容に変更があった時も再度新しいもので生成をするだけなので、更新の作業が圧倒的に楽になります。三つ目はオリジナルで自分好みの BGM を作るってことです。動画の雰囲気とか尺にぴったりの曲を自由に作ることができるので、なかなかいい素材が見つからないなーって時には、もう新しくゼロから生成してしまうっていう選択肢が生まれます。こんな感じでクリエイティブの現場って音声とか音楽を取り入れたいシーンが結構あります。で、今話した作業が全部できちゃうのが今回紹介する音声生成 AI の Minimax Audio です。今回は Minimax Audio の4つの主要な機能と、それを実際にどうやって使うのか、実践的な使い方を詳しく紹介していきます。まず1つ目の機能がテキストから音声を生成するテキストトゥースピーチです。はじめに声を選んでいくんですが、いろんな言語の音声があるので、ジャパニーズとかで絞り込んで、日本人の音声を選んでいきます。サンプルの音声を再生してみるとわかるんですが、日本語のイントネーションがかなり自然です。この度は音声生成サービスをご利用いただきありがとうございます。この度は音声生成サービスをご利用いただきありがとうございます。とりあえず声を選んだらテキストを入力して生成してみます。お電話ありがとうございます。ただいま担当者が対応中のため、しばらくお待ちください。順番におつなぎいたします。はい、こんな感じで全然違和感のないめちゃくちゃ自然な日本語です。音声生成 AI めちゃくちゃ進化してます。他にもいくつか生成してみます。このアプリでは撮影した写真を AI が自動で分類し、アルバムを作成してくれます。操作はとても簡単です。まず画面左上のメニューボタンをタップしてください。次に設定を開き、通知の項目をオンに切り替えます。これで設定は完了です。はい、こんな感じでいろんな人の声でいろんな文章をあっという間に生成できてしまいます。ただ何回もいろんなテキストを生成してみたんですが、ほんとたまにイントネーションがおかしいところも出てきます。そういった場合は今のところ何回か生成してみるか、それでも改善されなければ表現を変えてみるしかありませんが、ここ数ヶ月見てもどんどん精度が上がってきているので、ここら辺のイントネーションが完璧になるのもそう遠くはなさそうです。さらにただ自然に読むだけじゃなくて、テキストの中にタグを入れることで音声をカスタマイズすることができます。テキストの一部を選択して、エモーションの項目からハッピーやサッドなどの感情表現を適用します。するとその部分を感情を込めて読んでくれます。明日の関東地方は朝から晴れ間が広がるでしょう。過ごしやすい一日になりそうです。他にもここで一呼吸置いてほしいってタイミングにはポーズのタグを入れて間隔を空けたり、サウンドタグを使ってため息や笑い声などを入れることもできます。大丈夫だよ。焦らなくていいからね。自分のペースでゆっくりやっていこう。こんな感じで欲しい音声をめちゃくちゃ簡単に生成できる時代になりました。普通に音声を取るのと比べてマイクの準備や取り直しの手間が全くないですし、何より自分の声に自信がないという方や、喋るとカミカミになっちゃうという方でも、テキストを打つだけでもプロ並みのナレーションが作れるのが本当に大きなメリットだと思います。二つ目の機能がボイスデザインです。これは既存の声を選ぶんじゃなくて、自分だけの架空のナレーターをプロンプトで作れる機能です。まずは音声の人物のイメージをプロンプトで伝えます。例えば企業のプレゼンで使えるような信頼感のあるビジネスマンみたいな感じです。するとこんな感じで用途に合わせた音声が生成されます。こんにちは。本日は動画を見てくださってありがとうございます。こんにちは。本日は動画を見てくださってありがとうございます。こんにちは。本日は動画を見てくださってありがとうございます。ここで作成した音声を最初に紹介した
テキストトゥースピーチで選択して音声生成に活用できます。マジで明日給料日じゃん。性別や年代以外にもアナウンサー風や DJ 風などいろんなニュアンスで作成できるので、基礎にはない音声を作りたい場合に重宝します。そして3つ目、ボイスクローンです。この機能では自分の声を AI に真似させることができます。やり方は超簡単で、自分の過去の音声をアップロードするだけです。今回は1分ぐらいの音声を使って実際に僕の声を学習させてみたので、ちょっと聞いてみてください。この度は音声生成サービスをご利用いただきありがとうございます。お好みの声をお選びいただき、音声創作の旅を楽しみましょう。はい、どうでしょう。完全にそっくりとまではいかないかもしれませんが、なんとなく僕の声の特徴を捉えているんじゃないでしょうか。今回は1分ぐらいの音声データで作ったんですが、もっと長い音声を用意してしっかり学習させたら、精度ももっと上がってくると思います。これがあれば、喉の調子が悪い日でも、テキストを打つだけで自分の声っぽい音声を作れるので、普段の動画制作のハードルもかなり下がりそうです。最後、4つ目の機能が音楽生成です。ミニマックスオーディオは声だけじゃなくて BGM も作れちゃうんです。しかもすごいのが、日本語の歌詞付きの音声も生成可能です。例えば、ウェブデザイナーの悩み事みたいなテーマを入れると、こんな感じの曲を一瞬で生成してくれます。ウェブデザイナーの日常。クライアントが言うもっとポップに、ポップってなんだ教えてくれよ。参考サイトを見たら全部バラバラ、方向性が迷子のまま月曜日。ある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 デザイナー、あるあるある修正の嵐終わらない夜。ある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 わかるでしょ。それでもデザインが好きなんだよ。ロゴもっと。はい、歌詞もめちゃくちゃ面白いです。こんな感じで、例えば自分のテーマ曲とかもあっという間に作れちゃいます。さらに歌詞を指定して生成することも可能です。イントロとかバースとかのタグを使って曲の構成を指定することができるんですが、曲の構成とかもわからない僕みたいな人でも、ジミニーやクロードとかで歌詞と曲の構成を生成してもらった上で、少し内容を調整してからミニマックスオーディオで生成をするみたいな使い方が良さそうです。レイアウトスマホで見ると派生する謎の余波、キャッシュのせいやシステムのバグ、終わらない修正リロードの無限ループ、トラブルだらけのウェブデザイナーの日常。今回紹介したミニマックスオーディオは毎月無料で1万クレジットが使えます。音声生成1文字について1クレジット消費されるので、1万クレジットもあれば今日紹介した機能をいろいろ試すには十分すぎるクレジット量です。しかもどの会員プランでも全てのモデルや機能が全部使えちゃいます。一つ注意点としては、生成した音声を商用利用する場合には月額5ドルからの有料プランの加入が必要になるので、そこだけ注意してください。ちなみに年間プランだとよりお得な価格設定になっているので、プロのクリエイターの方やメディアを運営されている方には特におすすめです。概要欄にリンクを貼ってあるので、気になった方はぜひ一度触ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。